今回の産業まとめ。韓国のキャンドル再び灯るか。高まるムン・ジェイン政権への不満。政権と与党への支持率下落。キャンドルデモから生まれたムン・ジェイン政権ですが、今度は自らがキャンドルの怒りによって引きずり下ろされるかもしれません。進歩系3つの青年団体が、ソウルにある韓国土地住宅公社ソウル地域本部前でキャンドル集会を行うとしています。韓国青年連隊などは青年たちの怒りを直接届けたいとするもので、彼らは政権の操作に対しても不満を持っています。また、ムン・ジェイン政権はキャンドルを裏切ったと強い反感を抱いているとしています。公正や正義といった大層な話で青年たちを希望拷問した結果、不動産共和国と突然変異古事記を作ったと話しているようです。青年団らは、当期利益の全額監修と LH の解体、全公職者に対する全数調査を要求しています。野党からはムン・ジェイン大統領に対して国土交通部長官の解任と国民謝罪も要求され、結局長官は隕石辞任に追い込まれています。調査会社リアルメーターによると、ムン・ジェイン大統領の支持率は再び 40% を下回り、不支持率も上昇を続け 50% 台後半を維持しているとしています。4月に再選、補欠選挙が行われるソウルで与党の共に民主党は支持率をさらに下落させた一方、野党の国民の力は上昇を続け、その差は鮮明になっています。次期大統領選挙の支持率も前検事総長のユン・ソンノルが支持を急騰させ、国民による政権与党への批判的な見方があらわになっているようです。編集所感。今回の概要。ムン・ジェイン自身はクリーンなの？もう死にたいの大統領。ムン・ジェインを公正に評価してみた。パク・クネ前大統領や歴代大統領と比較してというわけではないですが、ムン・ジェイン大統領はまだ政治家の中ではクリーンな方だと考えています。まあ、本人がどれだけクリーンを自称しても、周囲の金や権力に汚い面々はどうしようもなかったということなんでしょうか。ムン・ジェイン大統領本人に対しては、野党から怪しい追及が出てきています。退任後の指定の規模が大きいだとか、警備費が前大統領の2倍だとか、農地を不正取得しているだとか。これらは批判としてはちょっとどうかなというのは正直あります。何せ野党の言いがかりに過ぎない点もありますから。ここぞとばかりに支持率下落を狙ってあれやこれやとやっているんでしょうが、そういうほじくり返した批判っていらないんですよね。それよりも不動産政策に対する批判は所詮金持ちの不動産投機への機会を与えたとして根強いものがあります。不動産バブルが膨らまないように必死で様々な政策を打ち出しましたが、これといった効果を上げることができずにいました。通常韓国の大統領は8月の幸福節演説が事実上最後の仕事で、その後はレームダックに陥るのが通例です。しかしムン・ジェイン政権ではここのところ政権の不祥事や検察への対応で支持率が急落していて、すでにレームダック化しています。3月1日の独立節演説もこれといった力強いメッセージを発することができず、求心力の低下を感じさせました。与党への支持率低下、野党の支持率逆転現象で、4月のソウル市長選挙や補欠選挙にも暗雲が垂れ込めている状況です。大統領選挙においても同様で、検事総長を辞任したユン・ソンノル待望論が沸き起こり、支持率レースでも飛び抜けてしまいました。今のところ左派政権が次の5年間継続するという見通しはほとんど見えない状況です。右派もこの人が出なければ他の候補いないけど、私はムン・ジェイン政権を意図的に批判するつもりはありませんが、彼が最終的に残した功績というものがよくわかりません。強いて言えば半導体素材の国産化への道を切り開いたことでしょうか。それと最低賃金上昇ですかね。最低賃金については挫折を経験したと言えますけれども、結果として経済を混乱させながらも上昇させることには成功したと言えます。その分全体としての経済政策は失敗に終わったわけですけれども、最低賃金を上げなくてもその失敗度合いは大して変わらなかったと思います。半導体素材の国産化について日本の保守系は品質に問題ありなどと言っていますが、少なくとも日本からの輸入量は減ったという点では成功です。現に日本の素材企業は大きな打撃を受けたわけですから、ここは公平に判断しなければなりません。
別に韓国の半導体の品質が下がって販売量が減ったわけでもないですしね。反論ならばお願いします。南北関係改善は左派政権毎回恒例の盛り上がって尻すぼみを再現しました。五輪の影響もあって盛り上がりは良かったですけどね。結局反日強硬と米国との関係、中国との関係はどれも結果を出したとは言い難い状況です。対中国は卑屈になった分少しは改善したと言えるとも思います。コロナ対策も最初は大いに盛り上がりましたが、今も釈然としない状況が続き、結果として大して評価されていません。思えばめちゃくちゃ頑固な親父で、まるで共産主義独裁でも目指してるんじゃないかという感じでしたかね。なんだか来月退任するのかみたいな内容になってしまいましたが、ムン・ジェイン大統領がろうそくの火に炙られて退任するということは今のところないでしょう。土地住宅公社への批判は凄まじいものがありますが、まだパククネの時ほどではありません。岩盤支持層はまだ支持を続けていますから。ただ、もう一度ぐらいろうそく集会で大統領を引きずり下ろせば面白いと思いますね。再現すればろうそく集会は大統領選挙と同じくらいの意味を持ち、韓国の最高権力を動かす力として定着するでしょうから。そういえばパククネさんの時はすごかったですね。覚えてるんだ。なんだかすごく物々しい雰囲気だったような。まあ、岩盤支持層までも崩れて集会に参加しましたからね。本当に異常な事態でしたよ。支持率ってどのくらいまで下がったの？ 2% 台とかじゃなかったかな。本当に極右のお姫様信仰している人たち以外全員が批判的立場に立ったよ。怒ると怖いね、韓国の人って。まあ不正に対してはとにかく手厳しいからね。今の社会の不満が全部大統領にぶつけられた感じ。ストレス解消の相手だった。今回はそこまでじゃないってこと？エネルギーとしては全然弱いね。そうなると煽っている人がいたら間違いだと思う。現時点ではね。支持率 2% じゃやめるしかないよね。それで弾劾できなかったら今度は国会議員に批判が集中するだろうからね。民意にそぐわないとして。怖いね。日本はそういうのがないのかな？劇場型ではないけど、自民党も完全に信頼を失って民主党政権が生まれたよね。だからないわけではない。そうなんだ。でもあんなに怒ったりはしないね。まあ、韓国人はデモが好きなんだろうね。私は別に。ところで韓国の大統領選挙っていつ？2022年3月9日。まだ1年ある。1年前なのに大統領しょぼんってなってるんだ。ちょっと早いけどそういう状況になってるね。あの検察の人は出馬するの？今のところ本人は明確な意思を示してないし、世論調査から外してくれと言ってるんですよ。出たら当選しちゃう？今は野党も候補選びに困っているからね。政権与党は選挙に出馬できないような法律を作ろうとしているよ。そんなことできるの？圧倒的多数だからね。でもやったら与党支持率が下落して逆風になるだろうね。なんで人気なの？政権が誰であろうと公正にめった切りにしようとしてたからね。韓国は不平等が大きくてそれを許さない社会だから、ヒーローに見えるんだよ。当選したら面白いね。そうだね。この際面白ければ何でもいい。私ね、やってみたいお仕事があるんだ。前に海外のドラマを見てたらね、憧れてしまったの。この前見てたあれ、高級物件専門の不動産エージェント。あれは大変そうだから嫌だ。同僚が怖そうだし。正解はね、探偵だよ。探偵になるの？そう。探偵事務所に勤めて難事件や怪事件を解決したり、あっと驚く新事実を見つけたりするの。いや、実際にはペット探したりでしょ。そもそもそんなのできるの？そうなんだよね。ほら、我が身を危険にさらしたり、夜遅くまで張り込みしたりするのは心や体に負担がかかるから事務員がいいな。探偵事務所の事務員さん、定時退社でよろしく。それは医者になりたいと言って病院の受付係になるのと同じじゃない？ドラマとかだと事務員でも解決のお手伝いするからさ。ああいうの本当にあるのかな？
探偵の専門学校もあるんだよ。この前会社の休み時間にね、探偵についてあれこれ検索してみてたの。会社に何か悩みがあるんじゃないかとか思われちゃうよ。そしたらその後数日間お仕事中のパソコンに探偵のバナー広告が出てくるようになって焦ったよ。ほらほら、白雪さん、何か探偵に調査依頼したんじゃないって噂が立ったら困るから、会社のパソコンではもう見ないようにしてる。Google の広告設定変更しときなよ。そんなことできるの？できるよ。私この前広告設定みたいなの見たら、既婚者、子供ありってなってたから削除したった。乗用車にも興味あることになってて、ヒュンダイとかテスラとかいっぱい出てたよ。変なニュースばかり見てるからかな。ねえ、それ消したら探偵の広告出なくなる？多分ね、後で確認してみて。広告設定ってところ。やっておく。ストーカー被害に遭ってるとか思われたら嫌だしね。それか浮気調査だと思われるよ。誰の浮気調査するのよ。でも浮気調査とか面白そう。もし探偵事務所に勤めたら毎日刺激的だね。頑張ろっと。時給安そうだけどね。